どうもラーメンロタスのゲイシーです。今回は厨房潜入シリーズで焼津寿司うどん翔太に密着取材します。ラーメン屋が始めたうどん屋の仕込み風景と営業風景の裏側を公開します。ではどうぞ。今何されてるんですか？お金をお金の店長さんのはい翔太さんですか？よろしくお願いします。今日今からどんな流れですかね？今から朝の準備して、はいで朝の準備を終わり次第仕込みを始めるっていう感じです。はい、朝の店内の準備って感じですか？最初は。そうですね。はい。ホールの片付けと、その後仕込み系なんです。そうですね。わかりました。おはようございます。社員さんですか？はい。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。これから何やる感じですか？まずホールの準備とはい、厨房の準備を。一番コップ多いですね。雰囲気作りみたいな、冷やかしみたいな。これが鰹節工場、工場見学に行っていた写真です。ナルトと、これが焼津です。パートのナルトをまもなく完成して、はい、まだサンプルのやつなんだけどあるんで、サムネを撮るときはそっちで。もう間もなくあるんで、今はまだちょっと普通のやつなんですけど、はい、近くの工場で作ってます。オリジナルのナルトになるんですね。オリジナルです。こっちが鉛節っていう半生の鰹節みたいな。へえ。チキンっぽい食感のやつなんですけど、それも使ってて。だしに使ってる？いや、それは具材ですね。具材？はい。へえ。うちの方でも作ってんじゃないかな、多分鉛節って。へえ。もしよかったら食べてみてください。これも焼津さんですね。できるだけこの辺は焼津さんで焼津寿司うどん。これもすごいですね。カツオが。カツオくんね。カツオくん前、カツオ節削り器の上に置いて、中央に置いて目立つ。節削ってる時の振動で落ちて負傷するという事件があったんで、それからこっちに引っ越しました。カツオくんっていうんですか。カツオくんですね。はい。アマゾンさんの方で購入させていただきます。へえ。手作りのオブジェが。へえ。焼津さんに。この辺なんか無料のコーナーがあるんですか？これ卵、生卵とゆで卵が無料で。最初生卵だけやったんだけど、一応1人2個まで無料にしてるんで、ゆで卵と生卵1個ずつ食べたいかなと思って、今、冷蔵庫から出してないんだけど、これにしたら急に卵高くなってきちゃって、そうですよね。やべえなと思ったんだけど、もう始めちゃったもんで、もうやるしかないなと思って。2つも無料なんですね。そう、最初はうどんと入れて食べる人と、あと削りたての鰹節ご飯っていうのがあって、それに入れて食べると卵かけご飯で結構美味しいので、なるほど。1個1個で使うかなと思って2個って言ってたんだけど、まだでも1個しか使わない人も結構いたんで、そういう人はゆで卵あった方がいいかなと思って、柔らかく茹でた半熟のゆで卵。これゆで卵ですか？これゆで卵です。へえ。そうすると大体2個、みんな2個になっちゃって原価爆上がりみたいな。卵また急に上がったっすもんね。卵があれだからね。うどん屋さんやろうと思ったきっかけは何ですか？きっかけはラーメンは九州の豚骨ラーメンと、名古屋の台湾町そばっていう県外のものをやってるんで、それはそれでお客さん喜んでくれればいいんですけど、やっぱり地元のなんかご当地グルメみたいなのを作りたくて、焼津がやっぱ知名度全国的にあるじゃないですか。でね、港とかなんかそういう魚のイメージもあって、で響きも3文字っていうのでなんか響きも良くて、これ焼津でなんかやりたいなと思った時に、カツオを使った B 級グルメみたいなのがあんまないなと思って、ワンチャンあるんじゃないかなと思って。なるほど。このロケーションいいですよね。このね、ロケーション習慣がね、こんなところでやってんのっていう。なんか倉庫とか工場のなんか感じが。焼き鳥工場の敷地内でやらせてもらってるんですけど、あの工場で鰹節作ってんじゃないかとかね。確かに確からしさがすごい出てるっていうかね。そういう噂が出てる。駐車場の雰囲気もなんか四国の讃岐うどんみたいのお店みたいなちょっと雰囲気も若干あって。それ込みですごい美味しそうな期待感が出てる。結果的に。だからすごいうまいなって、この場所いいなって。普通はやんないじゃんこれ多分普通の人は。最初見た時はこうかと思ったんだけど、そういうの考えたら逆に認知さえできればこういうところの方が面白いかなと思ってでやってみたんですけどね。 Google の口コミめっちゃいいですよね。いいですね、おかげさまで。4.4 だってすごい。4.4って結構いい方。いいっすよね。はい、なかなか取れないですよね。ドタさんのもの全然ですよ。 3.7 とかで。じゃあまあうちの方がいいですね。めっちゃすごいですよ。制服ですか？最近ユニフォームをいいっすね、和な感じで。最近変えたんですか？焼津魚河岸シャツっていうのがあって、いろんなデザインがあるんですけど、雰囲気出るかなと思って。前までは普通の T シャツだったんですけど。あ、そうなんですね。いいっすね。失礼します。これ何ですか？これは天ぷらの衣です。あ、なるほど。天ぷらも結構揚げるんですか？結構揚げますね。揚げます。衣もこの
2つのボール全部になるぐらいは、はい1日2つぐらいは。 2つぐらい。こちらのフライヤーですか？そうです。フライヤーで。3本目のカラモスイッチ天ぷら粉を使わせていただいてるんですけど、あ、天ぷら粉。静岡だとほとんど、使ってるとこないって言ってましたけどね。小島国産小麦 100%。サクサクで上がるんですこれ使うと。軽い感じで。あ、社長も着るわけですね。めっちゃ柄が何種類かあるんですか？結構いろんなパターンありますね。でこれもオリジナルで作りたいなと思って一応いろいろ探したんですけど、やっぱりちょっと金額的な問題とロット的な問題でちょっと厳しいってことで、今はもう企画のやつを1枚オリジナルで作ると1万円ぐらい。高い。それユニフォームだときついですね。3、40枚からしか買えないんで、はい、まだ早いなと思って、はいいつかチャンスがあればって感じですよね。前掛けもがオリジナルですか？前掛けはオリジナルですね。店名が入ってます。丁寧に入る。これはどこでも作れるような別に大した遊んじゃないんだけど。厨房潜入系伸びなくなってきてますね。飽きた。多分すごいみんなやってるからですね。増えましたね。増えたか。あ、すいません、ありがとうございます。どれがいいですか？これか。いただきます。すいません。これか。ジャスミン茶いただきます。すいません、ありがとうございます。うどんもこういう手棒で茹でるんですね。割とラーメンと近いですか？深いぐらい。深い。あ、でかい。あ、でもでかいですね。でかめ、だいぶでかめ。すごい。このフレーム抜いて、もうこれで。はい。これ何玉ずつぐらいですか？これ1玉ずつ。1玉ずつやるんですか？6しか茹でない。そうなんです。冷たいのが入ると6分茹でになっちゃうんで、結構ギリギリですね。はい。本当は9でも欲しかったなっていう感じなんだけど、はい9か12か12やればもう盤石なんだけど、うんうんでも席数からいってギリギリいけますけどね。なるほど。9あればありがたいなって。一玉何グラムですか？一玉茹で前で150ですね。じゃあラーメンと同じぐらい。はい、でも最初160でやったんだけど、結構やっぱ高齢の人が多いんで、はい割と残すもんで150でいいかなと思って、はい 10g 減らして、麺の値段変わんないって言われたんだけど、それでも 10g 減らしてへやってます。麺屋さんがうどんの麺屋さんがあるんですね。ラーメンの製麺してもらってるところでうどんも一緒に、同じ麺屋さん。あ、そういうもんなんですか？ラーメンとうどんって作ってる作れば何でも作れるんだけど、自分の思い通りのやつが作れるかどうかっていうところだと思うんだけど、何回も試作してやってもらって、これ厚みと幅に相当こだわったんですよ。はい茹で伸びしないけど冷やしがやっぱギリギリ6分茹でがやっぱギリギリだなと思って、はい。これが7分8分だったらやっぱ相当オペレーション大変になってくる。そうですよね。できれば5分以内が良かったんだけど、はいはい。ただでもやっぱりあったかいのにした時にコシがなくなって伸びるのが嫌だったんで、ああ、なるほど。その切りの厚みがやっぱそこが6分がギリギリで、やっぱ厚みがそんぐらいギリギリだなって、あと幅もやっぱすすりやすい。あんまり幅出しちゃうとどんどん薄くしないとかすすりにくくなるので、このなんか兼ね合いというか、そこのこだわりの譲れない部分は通してあげる。あ、なんか知ってる人がどうもお久しぶりです。麺屋さんなんですか？麺屋さんです。あ、そうなんですね。はい、配達してます。へえ。YouTube 撮ってますけど大丈夫ですか？出演しちゃいますけど NG です。麺屋さんの配達の仕事してくれてます。はい、ここで、はい、撮影させてもらってます。切り場もラーメンの切り場ですよね。あ、そうなんですか。でも特注で作ってもらってるのが2番手っていう。一番でかい2番手。1番手の次でしょう。あ、次。あ、1番もある。1番も多分使ってる人は知らないけど毎日このくらい来るんです。2日に1回ですね。あ、2日に1回。はい、ごぼうは熱いんでもしありましたら。はい、すごいですね、これ。ごぼうめっちゃでかいですね。大きいです。ごぼう専用なんですかね、洗う。ごぼう専用です。へえ、すごい。明日から休みなんで、その分を土日なんで。はい、どうも。はい、ありがとうございます。はい、大丈夫ですか？出演して。大丈夫ですか？使っちゃいますよ。よろしくお願いします。
これをですか？これを挟んで下に装着させてそっちから出てくるんでへえ。でそれを使うんですね、毎回。注文したら削ってお客さん食べる直前でこっちでお客さんの丼にかけて召し上がっていただくっていうなるほど。のが一番差別化というかやっぱ削りたて違います全然違いますか？全然違います削りたてで出してるお店とかあるんですか？あんまない、まあ、全国探せばあると思うんですけど、はいあんまりないんじゃないですかねなんでこういうアイデア思いついたんですか？なんでだろうそれは全然思い出せないんだけどはいどうせ焼津の鰹節使うなら鰹節だけじゃ、まあ、焼津さんっていうところは言えるんだけど、はいそんな大した差別化にならないんで、うんうん何が一番いいかなって感じになった時に、はい削りたて美味しいっていうのもあるんだけど見た目で明らかにパフォーマンスになるんで、はいそういう方が喜ばれるかなと思って、お子さんとかはちょっと工場見学みたいな感じで、はいはい。ちょっとこれ見ながら喜んでもらって確かにお年寄りとかも結構いらっしゃるんですけど高齢の方はなんか昔ってみんな家で鰹節あーかなり削っててなるほど今はなかなかやんなくなっちゃったんだけど、はい昔はこうやって削ったんだよって言って思い出して懐かしいみたいな感じになるんでそういうみんな結構喜んでくれて喜びがありますそれはまだやり始めてかはいら分かったんだけど、はいはい。いろんな意味でいい店ですね。食べる直前でお客さんにかけるっていうのはやっぱりそういうのも受けるじゃないですか、はいイタリアンとかでチーズをうん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 。かけたりする爽やかとかもオペレーションで言ったら絶対厨房で切った方がいいあ最後はやっぱりあ、やりますもんね。シズル感出してないですか、はい見た目で、はい。ああいうのやっぱ大事だなと思って一手間大変なんだけどその一手間やっぱ入れるかどうかみたいなところで結構差別化できるかなるなと思ほどってね。エンターテインメント性を出それしてるわけをちょっと入れないとやっぱ飲食店の中で、はいどこにでもある店になっちゃうんで作業性は悪いんだけど他のところで徹底的に生産性を出すっていうああ、でそこだけはしっかりとするっていうそういう考え方ですね素晴らしいです。素晴らしくはないですけどね全然スタッフさんの方が素晴らしいですよいやいやいや、勉強になりますね。日傘を購入したんで日傘用の傘立てをここからそういう小さな改善を小さな改善を日々やってるわけですね。やってますねそうですね池田さん思いついたんですか？これはお客さんの意見あれですねあいただいてアンケートもやってるああ、なるほど。そういうところから。こういうところで、はい、やってもらって意見があったら取り入れるっていう感じですねそういうことか。これウェブからできるんですね。これウェブでやってもらってウェブのアンケートが今あるんですね。もうこういう紙じゃなくて。へえ。意外と件数来ますよあ、来ます？意外と来ます思ったよりこれ始めてまだ2ヶ月ぐらいなんですけど1週間に何件か来ますねあ、基本はアンケートなんですねア。ンケートであまあ、項目でも10項目ぐらいあるかな知りたい情報とあとお客さんの感想接客がどうでしたかとかいろいろこうあって人事評価制度にもつながってる入れてなるほど。まあお客さんには分かんないです点数制になってる部分もあって、こっち側では分かるようになってこの人何点だったんでこの人9位でいくとかスイカですみたいなへえ。クレームも書かれちゃう可能性もあるんです。あクレーム多いですよなるほど。言わせてもクレームみたいなもんですけど半分スイカなんとかしろ天狗になるなって感じでした読むの大変な時もありますよ。大変な時もまあありますありねますけど、成長につながるわけですね。そうですねね、お店の。まあお客さんがね求めてることを一つ一つやっていけばうんうん。それが一番俺らが考えてる効果性高いと思う、なるほど。まあ、全部はできないですけどねはい。ホームページでよくある質問とかお客さんの声とかっていうページを作って今回ああ、そこではいはい。答えれるものは答えていくっていうなるほどそうすることによってホームページで SEO 対策になるっていうこれってなんかシステムみたいなのがあるんですか？アプリみたいなのが。ありますねコンサルが持ってきてくれたやつなんで前は覆面調査で行ったんですけどはいはい。へえ、すごい。覆面調査が結構費用かかるんでああ、はい。月々のはい。こっちだったらまあ1回コンサル入れた時に導入させてもらってそこからもあと自分で運用できるんであ、一回払えばいい。一回払えばっていうか、まあ、無料でもいけるのかもしれないへえ。ユーシーがやったら多分自分で作れるんじゃないかなと思っちゃうんだけど作れないです。そうなんですか。あんま詳しくないから僕はもらったやつなんで、はいそれからだけどまあ結構いいかなとは思ってますけどね、はいこうやって改善もできるし評価制度も評価もできるしうん。結構難しいんですよあ、難しいですね。難しいんですよはい大きさがこうごぼうによってあー大きさ違うんで、はい太さとか太さが結構違うんであそこに合わせてなるほど。細すぎず太すぎず確かに難しそうですね。そうですね結構もうやってる感覚でこはいのぐらい切ったらあとこのぐらい取れるなみたいな、ちょっと早い小さかったら例えばこれ今4等分でうん。これでこっからあと3等分できるのか2等分できるのかみたいなうんうんうん。
考えながら、なるべく同じ大きさに切る。そうですね、なるべく同じ大きさにしないと揚げ加減も変わってきちゃうので、翔太さんおいくつですか？僕は26です。高いですね。自分の名前が店名っていいですね。そうですねやる気がやる気が出ます朝礼してたけど、朝礼やっぱいいこと言ってるいつもこんないいこと言ってるのに、一人一人の笑顔を今日も笑顔をさせられるそうでしょ懐かしいです。朝礼やって開けるよ。はい、おはようございます。おはようございます。まず仕込みからですね、今日はもう起きて、空の仕込みと開始の仕込み、冷やした温かいの。あとは食券の確認の部分とかね、お客さんにしっかり確認するように、見落としがないように、していってもらって、やっぱ食券のミスはお客様の不安につながってしまうので、そういうとこ気をつけて営業していきましょう。お願いします。はい。レシピ、どうぞ。はい。じゃあ始めます。いきます。経理ね。仲間とお客様を笑顔しよう。行動指針1、挨拶は自分から。2、人の悪口やネガティブな発言をするな。3、素直さと謙虚さを捨てるな。4、学ぶ必要を忘れず、常に成長し、常に変化し続ける。NHKL、いつもにかく笑顔。H、はきはきとした受け答え。K、キビキビとしたキレのある動き。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。かしこまりました。かしこまりました。少々お待ちください。少々お待ちください。お待たせいたしました。お待たせいたしました。ありがとうございます。ありがとうございます。今日も一日お願いします。お願いします。こっちで返しやってくよ。はい。これやり方を教えて。どんどんいくついるんだっけ？とりあえずここだけ1個でなんで。高い返しを作るんだね。高いうどんの方の返しですね。はい。覚えてないんでレシピを見ないとレシピを見ないとちょっと作れないっていう、もうちょっとされて申し訳ないなと思いますこれ全部入れてくだけなんだっけ？入れるだけです。入れてくだけ。はい。どうやって測ってるんですか？これこれか。そう、これそれパンのやつです。パンストッパーはい。うちもすげえ使ってます。使ってる。これ廃盤になったでしょ。もう売ってないでしょ。そうなんですか。だからもうこの可愛い後継者が見つからなくて今困ってんだよ。あ、そうなんですか。もう売ってないよ絶対。へー。これもう2ヶ月3ヶ月ぐらい前から売ってない。あ、そうなんですね。最後買いまくったもん。売ってるとこ探してやべえと思って。ないと困りますね。これないと困るんだよこれね、普通のこっちのやつで割れやすいからはいだからはいこれが蓋が割れないっていうのとね、この四隅のどっからでも持てるっていうのが最大の魅力なんだよ使ってる人だけわかるこれ売ってます？これ売ってる。売ってます。これは絶対売ってる。売ってますか？で売ってないとこもあるんだけど最近見ないんですよね。そう、売ってないとこもあるでも決まったところでしか売ってない、はいダイソーは売ってない。レモンですか？レモンか、レモンは売ってる。これは注文すれば絶対買える。レモン行ってあ、注文はいける。最悪売ってなくても注文すれば、これはもう廃盤になってる。マジっすか。これないな、ちょっと悲しいあなた事実があっても分かった。これなんですか？薄口醤油みたいな感じ。塩ですね。液体をグラムで測って入れてるんですか？液体グラムで測っていきます。あ、なるほど。まあメモリでもいいんですけど、はい。測りって何グラムまでいけるんだっけ3000。3000。で先にこれ測ってショコミスをこれから551です。551入
らの席どうぞ。お願いします。お願いします。はい。はい。天ぷらは最初に入ってたやつを奥にやって時間が分かるように。なるほど。お願いします。はい、お願いします。6番さんでも。はい、お願いします。はい。お待たせいたしました。ごゆっくりどうぞ。お待たせいたしました。はい、お待たせしました。8番さんでも。はい。失礼いたします。お待たせいたしました。社員決意活の発音書をかけさせていただきます。すごいですね。直前でスタッフさんが入れるっていうのがまお待た。たせいたしました。ごゆっくりどうぞ。なんでそうやったかっていうと、冷たいうどんはぶっかけうどんで汁少なめなんで麺がちょっと出てるんで、上やっとけばその形を結構保てるというか、かもしれない。あったかいやつは汁がなみなみ入ってるんで、入れてしばらく経つともうしぼんでっちゃうっていうか、そういう理由。その対策で最初は直前でかけるしかないんでっていう話になったんだけど、それがやってみたら意外といいパフォーマンスになって、お客さん結構直前になんかそこまでこだわってんだみたいなってあ、これいいねって感じで今続けてやってる感じです。ここで今温めて入れてたじゃないですか。これがだしで返しが。返しがこれですね。今これちょっとさっきの作ってくれてるんですけど、これはラーメンみたいに返しいっぱい、これいっぱいね。返しこんな感じですか。返しも入れて一緒に温めてますね。これなんですか。これはだしですね。あ、これこれを作ってる途中のだしですね。作ってるこれ途中。作ってここに入ってるんです。なるほど。完成した方がちょっと濃くなる。まだこれやり始めなんで、ここから20分ぐらい。ああ、なるほどなるほど。だしって結構このくらいの、このくらいなんですね。今沸いたばっかなんでちょっと調整っていう感じです。普通のおやつとか曽我さんはこれ合わせちゃって温めてると思うんだけど、煮詰まっていくのはあれかなるほど。じゃあラーメン屋のあれをちょっと生かして。ちょっとね、ラーメンはこれに油が入る。それよりは手間的には楽なんで、まあ行ってできれば本当は一番楽なんだけど、2手かかっちゃってるから、この辺はラーメン屋っぽいそうですね。感じ。30ですか。これ30ですね。普通の並びというか。30でだしは。30で300です。あ、じゃあラーメン。これもラーメンっぽいでしょ。この辺はやっぱラーメン屋の効率というか、そのうどん屋さんと分かれてないですか。うどん屋さん普通大きい釜で多分やるか、圧力寸胴とかやるから、そこはちょっと効率を求めてラーメンの良さも生かしつつ、多分うどん屋さんで使用した人ってこういう多分発想はあんまないと思う。逆に知らないのはなんかいろいろこういうしかなかったみたいなところ、逆にいい面もあるのかなと思って、やっぱりさ、大きいやつでいい
のかもしれないですけどね、はうち全部茹でたてでやってるんで、んやっぱりある程度誰でもできるようなやり方を最初から目指してるんです、まあ簡単にここに入れたらこのボタンを押す、ここに入れたらこのボタンをああ押す、全部の配置であるんですね。で同じ麺なんだけど茹で時間が違うんで、冷やしだと6分であったかいのだと3分なんで、はい冷やしの場合はもう分からなくなっちゃうと困るからここに洗濯物される、そういう仕組みなんですね。これが1回混入して怒られたっていうなるほど。それは僕の単純なミスなんですこれ一回がちょっと洗うんですか。あ、これは、ここで麺を茹でたらぬめりを取って、まあ、つけ麺みたいな感じですね。ぬめりを取るんですぬめり取れますね。やっぱそれやんないと美味しさが違います。美味しさが違いますね。あったかいやつでもぬめりを取る。あったかいやつで取ります。多分蕎麦屋さんとかも全部取ってると思いますよ。取ってる。腰も違うのかな、やっぱり冷たいのにとっては。冷たいのはこっちでちゃんと冷やす。あ、冷たいのは完璧に冷やす感じですね、こっち。あったかいのはまあ色水なんで結構冷たいんですよ、これ自体。冷たいのは完璧にやって、あったかいのはここで洗って。一回ぬめり取ってまた温めるみたいな。感じです。つけ麺の熱盛りみたいな感じ。つもりみたいな。食べたいですね。全部ここに書いてる。このフライヤー、まあ、油は普通の油なんですけど、オイルレスフライっていう装置があるんですけど、はいこれ油に電磁波を取って水分を抜いてよりサクッと上がるようなへえ。装置があるんですよ。これまあまあ高いんですけど、これも導入してカリカリの天ぷらとか。なるほど。隣の敷地内にもう一個工場があるんですけど、そこでなんか油を劣化させないような怪しい液体を作ってて、それも油に入れてへえ。油長持ちの倍ぐらいだななるほど。はい、たまたまあったんですよ。偶然知り合いだったんですしかも子供の頃遊んでもらった近所のおじちゃんが偶然いて久しぶりに再会して、はい。こんなの作ってるからって言われて最初怪しいなと思ったんだけどちょっと入れてみたら結構良かったんで、へえ。やっぱ今油高いんで、はいはい。ちょっとでもね長持ちした方がそれもあり。ね助かるんで。油のこだわりも2つぐらいある。そうですね。オイルレスフライも油長持ちとして効果あるんで、ああ、なるほど。ドクターフライっていう名前のやつはちょっと前ドクターフライっていう名前だったんだけど、進化バージョンが出てたまたまこの店作るときに新しいの出たんですけど、あれ進めてもらったんで。これ鉛節です。生レブシ生レブシ袋に入れてこうやって液体と油につけて、使うときにタッパーに開けて使ってもらうんですね。とりあえず11番さんでもお願いします。お願いします。すみません、はい、失礼いたします。先にこちら、かつお節ご飯でございます。うどんもう少々お待ちください。お待たせいたしました。失礼いたしました。いらっしゃいませ。はい、いらっしゃいませ。ありがとうございます。11番さんでます。はい、失礼いたします。お待たせいたしました。5点肉うどんでございます。熱くなってますので気をつけてお召し上がりください。じゃあ、仕上げに削りたてのかつお節をかけさせていただきます。はい、すみません、ありがとうございます。お待たせいたしました。ごゆっくりどうぞ。お待たせいたしました。お待たせいたしました。肉うどんに使う玉ねぎ。そうですね。肉うどん玉ねぎも入ってるんで、この玉ねぎをでその後で豚バラ切って。
天ぷらごぼう1です。はーい。次は普通に入れるとボテッとしがちなのに、花を咲かせる感じで、最後に衣を落としてあげる。つけるんですね。これはすごい。鰹節までます。はい。はい。行きますんでます。豚バラ肉うどん用の牛丼用。厚さが2ミリの厚さがちょうどよくて、2ミリ以下だとなんかうまいのっていう感じになっちゃうので、あと多すぎてもちょっと硬い感じが出ちゃうんですよ。でも2ミリがちょうどいい。水入れる。お湯入れてそのまま沸かすと肉くっついちゃってるもんで、はい、剥がすのにいちいち全部大変なもんで、水の中入れてこうかき混ぜながらバラすっていうのと、あとアクがすごい出ちゃうんで、ここで血抜きも一緒に多少血を抜いてアクが出づらいように。最初の頃これやってなくてそのまま入れてたんですけど、アク取りが取っても取っても終わらないんで、それやるだけでアクが減るんですね。減りますね、全然。注文入ったらその都度なんか味付けていく感じですか？味付けは煮て一気にこれやっちゃう感じ？あ、そうですね、一気に。基本これを1回に水分これを2回分っていうか、土日前のとかは足りなくなりそうだったらこう1個追加で仕込んで、やっぱ一晩置いた方が味が染みるんで。あ、なるほどなるほど。なくなる前に仕込まないと。早めに仕込む。そうですね、早めに。鉛串でした。鉛串です。うちはこういうの。これだともう元々切れてるもう端っこのやつなんですけど、これでもまだちょっとでかいです。はい。さらにちょっと、あんまり細かくしすぎると、仕込んでる最中に結構細かくなっちゃうんで、大きすぎず小さすぎず、程よい感じです。こちら肉です。肉うどん、肉うどんとカレーうどん。あ、カレーうどん。うまそうですね。カレー茶入ってる。これ味付けはどんな感じなんですか？味付けは醤油ベースです。カツオも入ってる。これなんですか？
れはあったかい方の返しですね。あ、返しに昆布が入ってるんですね。昆布大量に入れてますね。へえ、すごい。ビタミン酸やっぱちょっと持ってほしいので。あったかい方と冷たい方で返して違うん違うんですよ。冷たい方が濃い口のそっちは薄口で、なるほど。あったかいのは再仕込み醤油、二段熟成醤油っていうのを使ってちょっと濃い口になるんですよね。それにさらにカツオとソーダを入れて魚介感を出してますね。あったかい方が出汁感をあったかいスープの出し感を出すために薄口なんですね。冷たい方はぶっかけメインなんで結構タレの割合が増えるんで、はいタレの方にもカツオとソーダとか入れてます。こっちは昆布、ほぼ昆布。こういうのどうやって考えたんですか？こういうのはあれですよ、ゲイシーさんみたいなレシピを公開してくれる YouTuber がいっぱいいるんで、そういうのを参考にしながら自分で試作してって感じですね。まあ大体最終的には自分で作りますけど、まあ一応方向性とか、こういうやり方もあるんだみたいな結構勉強できるじゃないですか、なんで誰でもできちゃうんですよ。店は誰でもできます。情報的には店は誰でもできます。続けるのが続けなきゃ難しいってことですね。これ沸いてきたら10分なんで、10分です。肉は10分。肉沸いたら10分。これも鶏も毎回その直前でやってあげるの。揚げるのはそうですね、毎回。ちょっとうまいやり方ないかなと思ってるんですけど、まあ、揚げたてにはこだわってるんで、色揚げとかそういうのよりももっと時短できるのかなと思ってるんで、何分ぐらいかかるんですか？ 4分半ですね。4分半。はい。ごぼうも4分半で。これ揚げた後麺入れるタイミングがもう決まってるんですか？決まってます。線が大体あったかいので3分、冷たいのが6分なんで、冷たい時は麺が先に行ってこれなんですよね。あったかい時はこれやってちょっと待ってから2分ぐらい待ってから麺行くっていうこのコンビネーションが慣れてこないとちょっと。なるほど。10分ですか？ここから10分ですね。この返しもどのくらいの頻度ですか？どうですか？作るの多い時だと週に3本。週に3回。3回。結構作るんです。その多分時期とかに、今あったかいのが出る時期そうですね、あったかい出る時期なんで、あったかいそれで出るのが出る時はこれもう3本ぐらい作んないと一緒で。これも完成でいい。止めていいです。これも大丈夫です。こっち強火でいいもんね。はい。ちょっと骨とかこのあるんで、はい。この取り除いて使います。で、大体約 50g、40から 50g カットぐらいで、これを鶏天用ですか？鶏天用の取ります。40から 50g ぐらい前ちょっと60とかになっちゃうんですけど、これが難しくて。お待たせいたしました。中途半端なやつどうしてるんですか？これはまかないで食べます。軟骨がどうしてもあるんで、こういうとこ切って皮は使わないんで処分しちゃいます。手の使い方がすごいです。なんかいいっすよね。あ、そうですか。入社してどのくらいですか？購入者しては2年ぐらいです。2年ぐらい。2年ぐらいです。その前はどういったその前は1年居酒屋やってて、ああ、なるほど。でその前は介護士を。へえ、そうなんですね。はい。介護士から飲食の道。一応介護福祉士。これ何につけてるんですか？これは液体に油にも入れてるんですけど、謎の液体が。謎の液体が。はい、それ入れると肉柔らかくなるっていう。まあ臭みも多少は、まあ、あんまりないんですけどね。肉柔らかくするのと、気持ちがなんか若干良くなるんですよ。謎の液体につけて、らしいです。持ちが良くなるとは言ってるんですけど、まあ基本でもすぐ使えるぐらいの量しか切らないんですけど、もうこれつけたらあんまつけすぎるのも良くないので、30分だけかな、20分ぐらいつけるとうまみも抜けちゃうので、はい、これはもうさっとつけるぐらいで。これで、はい、です。ありがとうございます。あ、もういいですね。はいよ。でも指の技がすごいですね。あれは師匠から天ぷらの師匠から教わりました。そうなんですね。天ぷら師匠がいるんですね。天ぷら師匠いるんですよ。
こ始める前にはい。教わって、へえ。あ、なんか研修みたいに来たんです研修みたいに来たっていうか来てくれて、か？あ、来てくれて。はい、ケビンめがけてるんですか？そうですね。へえ。冷たいのはこれがいっぱいですね。冷たいのはもう返しみたいな感じなんですか？返しと出汁を割ってるんですけど、割る比率があっちは1対10とか、はい。 33ですけど、はいこっちが3対1ぐらいかな、3対1か4対1ぐらい、出汁が3の返しが1で、はい。で返しも醤油がちょっと違うバージョンと、再仕込み醤油。はい。かつお節系ですか？そうです。追いがつおでいいか。ありがとうで。かつお節ご飯もいただきますよ。なんか見た目が普通の鰹節でしっとりしてる。ああ、なんかそうですね。印象。確か結構個体差ありますよ。うん赤身のとこと脂身のとこと、ちょっとパサついてるとことすごいしっとりしてるとこと結構差はありますね。全体通してやっぱ風味はもう全然。あ、タレと油入れるんですか？油を入れて、へえ。それで空気抜いて、はい。空気抜くと全体的に味が染みやすいんで、はいはい。空気抜いて、縛って、で、ハートでした。よし、これいきますか。お待たせいたしました。仕上げに削りたての鰹節をかけさせていただきます。お待たせいたしました。